こんにちは、マリサだぜ。今日も方程式の問題を解いてみせる。問題はこれだ。次の等式を満たす実数 x をすべて答えよ。x のフロア x 乗プラス x のセール x 乗プラス1イコール0。床関数や天井関数を含む、それもそれぞれが異なる項の指数部分にあるような方程式だ。回答を見せる前に2つの関数の紹介をしておこう。1つ目は床関数。床関数フロア x とは、x 以下の最大の整数だ。絶対値記号の株が内側に折れ曲がったような記号だな。黒板と字幕で表記が異なるが、どちらも同じものを指すぜ。高校数学では同じものを表す記号として、ガウス記号というものがあるな。こちらの呼び方の方がみんなには馴染みがあるかもしれない。二つ目は天井関数。床関数と作りは似ていて、x 以上の最小の整数を表す。学校では同じ役割を持つ関数や記号を扱わなかったと思う。床関数と天井関数はどちらか一つが定義されていればもう一方を表せるので、実は二つを独立させる必要がないのかもな。記号を使用した具体例を見せよう。引数が整数の場合に限り、床関数と天井関数の値は一致する。整数値が値の切り替わる点なので、特別な挙動をするんだろうな。続いてこれらの基本的な性質を見せる。どれも理解は難しくないだろう。特に1は問題の解決に大きく役立つことが多い。別に覚えなくてもいいが、言われてすぐに理解できるようにはしておいてほしい。さて、回答を見せよう。はじめに、x が整数かどうかで場合分けをする。整数の場合から考えよう。先ほどの関数の紹介の際に話したが、引数が整数だとフロア関数とセール関数は同じ値を返すんだ。引数をそのままな。つまり、x が整数の場合はフロア x イコールセール x イコール x が成り立つ。両辺にマイナス1を足し、2で割ってみる。すると、x の x 乗がマイナス2分の1であることが分かった。左辺は指数関数なので定が0以下になることはなく、この等式は成り立たない。と、思っただろうか。だがそれは間違いだ。いや、実数の指数関数では定が0以下になることはないと考えるのはほとんど間違いではない。ただ、仮に定が負だとしても指数が整数であれば値は定義できるじゃないか。となると、現時点では等式の不成立を示す材料が足りていない。ひとまず、x を負の奇数として考える。式を整理すると、n についてこのような関係が見出せた。奇数の奇数乗が2に一致するそうだ。ありえないよな。1に奇数を何度かけても2どころか偶数にすらなることはない。なぜなら、2を素因数に持たないからだ。よって、この条件下で等式を満たす自然数 n 及び x は存在しない。次に、x が非整数の場合を考える。x が非整数の時、フロア x プラス1イコールセール x が成り立つ。これを用いてマイナス1を2つの関数の積で表すことができた。2数の積が負だということは、互いに正負が異なる数だということだ。ここでは、x のフロア x 乗を基準に次の場合分けをする。まずは x のフロア x 乗が正の場合から。これが正だということは、x プラス1は負だ。すなわち、x はマイナス1未満かつフロア x は偶数であることがわかる。ここで、自然数 n と回帰関例から1までに含まれるアルファを用いて x イコールマイナス 2n プラスアルファと置き換える。すると、与えられた等式は n とアルファの式に変わるよな。これを少し整理すると、このような関係がわかるぜ。次のページに移るので最後のを覚えておいてくれ。ところで、話は変わってちょっとした不等式を考えてみる。まずはこれから、n 大なり1についてだ。単に n が1よりも大きいというだけの意味だ。でもよく考えてみると、これは 2n-α が2-α よりも大きいという関係と全く同じだと思うんだ。さらに α は1未満なので、2n-α は少なくとも1よりも大きいと言える。2n-α が1よりも大きいということは、その 2n 乗は1乗よりも大きいはずだよな。話は変わって例大なり-1について考える。自明な大小関係だよな。両辺に 2n-α を足しても同値性は保たれるよな。以上のことから、n が1よりも大きければ 2n-α の 2n 乗は 2n-α-1 よりも常に大きいことが分かった。n は自然数で、0の時も1の時も 2n-α の 2n 乗イコール 2n-α-1 を満たす α は回帰関例から1までに存在しないので、x のフロア x 乗大なり0を満たす解は存在しないと言える。最後に、x のフロア x 乗が負の場合を考える。x のフロア x 乗小なり0から、当然だが x プラス1大なり0が言えるよな。x が正だと条件を満たさないので、x は負である必要がある。これらの情報から、-1小なり x 小なり0を満たすこととフロア x が奇数であることが言える。そしてこれらの条件に当てはまるフロア x は-1だけだ。
これを与えられた等式に当てはめて計算してみる。これを満たす x はマイナス2分の1だけらしいな。すべてのパターンについて考えたので、これのみが解で間違いなさそうだ。実際に代入してみても間違いなく等式を満たす。問題ないな。では結論だ。x のフロア x 乗プラス x のセール x 乗プラス1イコール0を満たす実数 x はマイナス2分の1だけだったと。今日の動画はこれで終わりだ。もしみんなの役に立てたのならチャンネル登録と動画の高評価をしてくれると嬉しい。じゃあ次の動画も見てくれよな。またな。今日の板書だぜ。